こんにちは、はるなです。この動画はリスニングとスピーキングを同時に上達することができます。最初にちょっと見てみましょう。これは学校です。これは学校です。これは学校です。This is a school. これは学校です。その後、リピート練習、シャドーイング練習もしてスピーキングのレベルも上げましょう。まずは3つのスピードで聞いてみましょう。あそこに小さい店があります。あそこに小さい店があります。あそこに小さい店があります。There is a small shop over there. あそこに小さい店があります。この雑誌は古いですか？この雑誌は古いですか？この雑誌は古いですか？ Is this magazine old? この雑誌は古いですか？朝、カップにお茶を入れてから出かけました。朝、カップにお茶を入れてから出かけました。朝、カップにお茶を入れてから出かけました。I poured tea into a cup in the morning and then went out. 朝、カップにお茶を入れてから出かけました。ベッドの横に黒いカバンがあります。ベッドの横に黒いカバンがあります。ベッドの横に黒いカバンがあります。There is a black bag next to the bed. ベッドの横に黒いカバンがあります。今日は体がだるくて、ゆっくり歩きました。今日は体がだるくて、ゆっくり歩きました。今日は体がだるくて、ゆっくり歩きました。I felt tired today, so I walked slowly. 今日は体がだるくて、ゆっくり歩きました。この言葉を読んで、例を一つ言ってください。この言葉を読んで、例を一つ言ってください。この言葉を読んで、例を一つ言ってください。Please read this word and give one example. この言葉を読んで、例を一つ言ってください。兄は行事のためにカメラを準備しています。兄は行事のためにカメラを準備しています。兄は行事のためにカメラを準備しています。My older brother is preparing a camera for the event. 兄は行事のためにカメラを準備しています。先生は今日のまとめをご説明になりました。先生は今日のまとめをご説明になりました。先生は今日のまとめをご説明になりました。The teacher explained today's summary. 先生は今日のまとめをご説明になりました。仕事の間に風が強くなってドアが開きそうになりました。仕事の間に風が強くなってドアが開きそうになりました。仕事の間に風が強くなってドアが開きそうになりました。While I was working, the wind got strong and the door almost opened. 仕事の間に風が強くなってドアが開きそうになりました。大雨なのにバスがすぐ来て驚きました。大雨なのにバスがすぐ来て驚きました。大雨なのにバスがすぐ来て驚きました。Even though it was heavy rain, the bus came quickly, which surprised me. 大雨なのにバスがすぐ来て驚きました。毎日の動画を続けるために高評価ボタンで応援お願いします。今度はフレーズを繰り返して練習しましょう。あそこに小さい店があります。この雑誌は古いですか？朝、カップにお茶を入れてから出かけました。ベッドの横に黒いカバンがあります。今日は体がだるくて、ゆっくり歩きました。この言葉を読んで、例を一つ言ってください。兄は行事のためにカメラを準備しています。先生は今日のまとめをご説明になりました。仕事の間に風が強くなってドアが開きそうになりました。
大雨なのにバスがすぐ来て驚きました。シャドーイングです。音声を聞きながら少し遅れて真似しましょう。あそこに小さい店があります。あそこに小さい店があります。この雑誌は古いですか？この雑誌は古いですか？朝、カップにお茶を入れてから出かけました。朝、カップにお茶を入れてから出かけました。ベッドの横に黒いカバンがあります。ベッドの横に黒いカバンがあります。今日は体がだるくて、ゆっくり歩きました。今日は体がだるくて、ゆっくり歩きました。この言葉を読んで、例を一つ言ってください。この言葉を読んで、例を一つ言ってください。兄は行事のためにカメラを準備しています。兄は行事のためにカメラを準備しています。先生は今日のまとめをご説明になりました。先生は今日のまとめをご説明になりました。仕事の間に風が強くなってドアが開きそうになりました。仕事の間に風が強くなってドアが開きそうになりました。大雨なのにバスがすぐ来て驚きました。大雨なのにバスがすぐ来て驚きました。最後はクイズです。答えがわかったらコメントしてね。姉は夕飯の時間に合わせて料理をしています。姉は夕飯の時間に合わせて料理をしています。お疲れ様でした。クイズの答えは明日の動画を見てね。もっと練習したい方はメンバーシップ限定の動画もチェックしてください。英語を聞いて日本語の文を作る練習で1週間の学びをしっかり復習できます。それでは次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。